魚座さんの4月中旬から7月初旬までの占いです。水のエレメントと風の時代の解説、総合運をホロスコープとタロットで占います。では水の星座の解説から始めます。こんにちは、琴音です。冒頭の動画は今の魚座さんのイメージです。名探偵のイメージで作りました。今は証拠や根拠が非常に重要視されているように感じるんですよね。YouTube でよく出てくる言葉だよね。そうですよね。星占いの星座は4つに分けることができます。火、地、風、水の4区分です。火の星座はお羊座さん、獅子座さん、射手座さん。地の星座はお牛座さん、乙女座さん、ヤギ座さん。風の星座は双子座さん、天秤座さん、水亀座さん。水の星座は蟹座さん、サソリ座さん、魚座さんです。心理学者ユングのタイプ論という本の中には、人間の心理について4つの機能を挙げているんですよね。直感機能、感覚機能、思考機能、感情機能。また4つに分けられてる。そうなんですよね。このユングの4つの機能を星座の4区分に当てはめると画面のようになります。直感機能に火の星座、感覚機能に地の星座、思考機能に風の星座、感情機能に水の星座。魚座さんは感情機能にあたる水の星座の領域に入っているということですね。言葉よりも雰囲気重視、雰囲気で判断するということは好き嫌いははっきりしていると思いますよ。また感情が働きますから、誰かに何かしてあげたいっていう気持ちが強く働く。好きな人にはとっても親切。こんな行動パターンがあると思います。簡単に言えばですけどね。ただし、西洋占星術ではね、性格を10個の惑星で見ますから、魚座さんが感情だけで動いているということはありません。しかし、なんとなく当てはまっているなぁとも思いますよね。表を見ると、反対側に風の星座、思考がありますよね。風の星座も水の星座も共にね、つながろうという意識が働く星座なんです。風の星座は外交的につながろうとする。水の星座は内向的につながろうとする。論理的に行動しコミュニケーションをとる風の星座。人の気持ちに寄り添うのが水の星座。12星座は4区分の他に2区分に分けることができます。寒と湿。水の星座さんは湿に属します。湿はね、つながろうとする意識を持ちます。寒は独立や占有、湿は共有や共感。この湿のグループである風の星座さんと水の星座さん、理解しやすい星座同士ということになります。ここからスケールが大きくなりますよ。皆さん大丈夫かな？ここまではなんとなくわかった？大丈夫です。風の時代って聞いたことがある。これから話していきますね。2020年12月末から始まった風の時代。風の星座の説明を少ししましたが、思考機能に対応している。最初に戻り、証拠や根拠ね。YouTube で言えば、ひろゆきさんやこれこれさん。論破するには証拠や根拠が必要になるでしょ。暴露するにも証拠や根拠を持っていないと説得力がありませんよね。まさに風の時代に入った今、皆さんが惹かれるのも面白いところですよね。これから200年は風の時代は続くんですね。だからまだまだ入り口に入ったばかり。それでも風の時代を感じやすいお二人の動画が人気っていうのもすごく興味深いところだと思います。水の星座にとっては反対側にある風の星座、つながろうと意識が働く面では同じなんですよね。論理的に行動すると言いましたが、苦手というより嫌い。そうかもしれません。でも
これを論理的と思うと嫌いになるので、証拠や根拠という具体的な行動を表すね、言葉に置き換えてみると行動もしやすいと思うんです。何か行動を起こすとき、嫌いと思う前に、ちょっと待って、証拠はある？根拠はある？って考えると行動しやすいと、ちょっと思いました。私がね、魚座さんへのアドバイスなんですけれども、何事も名探偵になってやるの気持ちを持って行動してほしいなって思います。ここを習慣にすると、水の星座さんが持っている人の心に寄り添う気持ちの温かさに説得力が上乗せされちゃう。最強にならない？風の時代を生きるために論理的と思うと難しく感じるので、今の傾向である根拠と証拠、こう考えるとすんなり頭に入ってくると思いました。総合運を始めますね。水の星座の話どうでしたか？この動画をご覧になっていらっしゃる方、とっても素直な方が多いのか、行動が慎重になりそうなんですよね。なぜ水の星座のお話をしたかと言いますと、次の時期がお金の時期になるからなんですね。ですから慎重に動いて欲しかったんです。風の時代に入ったと言いましたが、風の時代は個性の時代ではね、ちょっとこちらのカードからお話ししますね。これ魔法使いの青年だと思うんですけれども、ちょっとねよく見るとなんか怖い顔の人が映ってます。魔法使いの青年が多分悪魔なんだろう捕まえたぞみたいなで、みんなでこう声援をやったねって紙吹雪みたいなのが舞ってますしね、大歓声を浴びてる感じしますよね。でこの魔法も特技ですよね。お金の時期と言いましたけれども、この特技の時期でもあるんですね。先ほどの項目で風の時代になった入ったと言いましたが、この特技がお金になっていく時代に移行していくんだと思うんですよね。ですから今この時期なんですけれども、特技を身につけるってことはとても大切なことなんだと思います。でね、すでに特技がある人に関しては、特技がある人はね、副業を考えててもいいですよね。もしくはもう副業をね、やりたくなってくるようになるかもしれない。多分なってくると思いますよ。で、このお金の時期はいつから入るのかというと、5月11日からなんです。でもね、この時期読みって前倒しになることが多いので、すでにね入ってるんじゃないのかなって思うんですよね。こちらの3枚ですけどね、逆位置で出てました。トラブルを回避するで、そういう気持ちに、そういう行動を起こしていく、回避するっていう行動を起こしていきそうな今です。で、トラブルって言いましたけどもね、お金に対してね、例えば買い物したいとかね、これ欲しいなとか、ちょっと大きな買い物したいなとかね、また特技と言いましたけれども、特技に関して習い事をするにしてもちょっとお金かかったりするじゃない。でもちょっと待ってっていう行動をするのかも、今現在ね。で、こちらのカード2枚、この2枚も逆位置で出てたんですけれども、5、6、7、2つもね、引き続きこのちょっと縮小するような感じ、この状態は続くんだと思いますね。今戦争も起きてますしね、経済の動向とかも不安定ですから、この社会の動きがそんな状態で、なかなかこの思い切った行動ができなかったりとか、
ちょっと小回りに動くっていうのそんな感じなんだと思いますね。でこちらね、2枚心の中ね、やはりね、共感と人の役に立ちたい、この2枚のカード出てますね。まさにね、水の星座さんの中の魚座さん、魚座さんらしい気持ち。これはね、この気持ちって魚座さんは常にあるんだと思うんですよね。それこそが魚座さんの魚座さんらしさっていうのなんだと思いますね。やっぱり出てきたって感じね。で、結果にこちらのカードですね。縮小やらね、トラブル回避と言葉が出てきましたけど、でも流れ的にはこの満足のカードが出ているので、その行動は合っていると思います。いい方向に進むと思います。だからいつも考えるときに、お金を使うとかね、お金のことを考えるとか、将来どうするかっていう特技を考えるにしても、根拠と証拠はちょっとね、頭に入れて、考える癖をつけてくださいね。オラクルカードも引きました。こちらのカードなんですけれども、親子ですね。子馬さんがいて、でこの子馬さんがあなたが今から取り組もうとしている特技だったりとか、すでに持っている特技なんだと思うんですね。でこのね、子馬さん、お母さんの馬はとてもこの優しい眼差しで子馬さんを見ていますけれども、大切に育ててくださいっていうやっぱりカードが出ていますね。それが先ほど言ったこちらの満足できる状態、こちらに移行できるんだと思います。ちょっとね、いいカードが出てよかったです。とにかく今はちょっとね、小回り的な感じなのかもしれない。でもそれが良い方向に向かっているので、安心してくださいね。不安にならないでくださいね。大丈夫。あなたの周りには素敵な人がいっぱい寄ってくると思いますよ。愛情たっぷりの女王が出てますからね。これと満足のカードよ。素敵。